皆さんこんにちは。トゥリーアンの徳本です。今日はですね、このブラジルのマットグロッソ州、世界の穀倉産地のですね、で大規模に農業を経営するボツベラさんにお邪魔してます。で、実際今日はこのノーティルの作業の様子をですね、皆さんに見ていただこうと思っております。まずはですね、我々の鳥取県からでですね、どれだけ遠かったかっていうのをご紹介したいと思います。鳥取からまずはですね、羽田空港に飛びまして、で、全泊して羽田からですね、ドイツフランクフルト空港に飛びます。で、これがまず14時間のロングフライト。で、フランクフルト空港でトランジットしてですね、サンパウロのですね、ブラジルグアルーノス国際空港に向かうわけですが、またこれも遠いんですね。で、やっとですね、南米サンパウロに着いたと思ったらですね、ここからさらにですね、移動があるわけです。で、ちょっとウーバーを使ってですね、その移動するんですが、若干最初トラブりましたが、無事ウーバー捕まってですね、ここから約2時間のビラコッポス国際空港に。で、ここからですね、このロンドンポリスにあるですね、空港にやっと着いたと。このロンドンポリスのここやっぱすごいですね。周りはもう赤土ドカーン見えてて、普通にもう歩くと。そしてやっと我らが、友人のビセントにここで合流というわけですね。右手ご覧ください。フライング V を日本から持ってきたと。で、ロンドンポリスで一泊して、このビセントがですね、所有してるですね、このセスナがあるんですけど、このセスナ専用のですね、プライベートな空港がありまして、ここに行ってですね、いよいよ彼の農場に向かうということです。で、このロンドンポリスから、いわゆるマットグロッソの北部にある彼らの農場に、約400キロ離れているということでですね、このセスナで向かいます。この世界の穀倉地帯のマットクロッソをこのセスナで見るも最高でございます。で、ちなみに帰りはですね、陸路を使って、約7時間かけて帰りました。そしてもう滑走路は見てください。土ですよ。まさにこのマットグロッソの赤土のこの滑走路に無事着陸ということでございます。すごいですよ。もう彼の施設ご覧ください。ここにですね、乾燥施設からもちろんその従業員の宿泊施設からですね、病院なども全てが携わってる。まさにグレートな施設。しかしここまで本当に遠かったー。これでですね、ちょうど今、そこにシーダーが止まってます。で、これかなりでかいんだけど、フェントの一番でかいやつをダブルタイヤで引いてて、ノーティルシーダーしようってんですけど、これでミドルサイズということなんですね。なんですけど、ちょっと見てみましょう。で、まず、ちょっと今ちょうど上に出てるんで、基本的にこれが、そのノーティルの、いわゆるコールターとハッシュの構造ですね。で、基本的には日本にはなかなかこの構造のハッシュ機っていうのはなくて、それも大きな課題なんですが、まずこのギザギザのコールターがですね、しっかりまず最初に切れ目を入れます。で、ご覧のようにこういうも非常に残差が多いところなんで、まず端前に一発この強いコールターでしっかりと切れ目を入れる。そしてその後にこれチゼルがついてるんだけど、これは切れ目にちょうど側上積をする形になってます。ここで肥料が落ちると。そして最後に、ここから種が落ちてきて、見えるかな？ここにちょうど V 字になってる。これが V 字で円盤切って、この間から種が落ちるという形になってます。で、種が落ちて、最後この転圧輪で覆土するという形なんですね。で、全く同じ仕組みが、これ何畳だろう？多分40畳ぐらいあるんですけど、こういう形でずらっと並んでいるということです。
で、実際これが橋の跡ね。で、ちょっと実際種が、今これ、本当につい先日、ここ大豆を刈り取りして、その後でもそのまま、まさに飛行機で種をまいてるということなんですが、ちょっと種探してみようかな。今あれかな、あったあったこれこういう形で。これが、GM コーンの種ですが、ちょっとシルバーに光ってなんか入れ歯の銀歯みたいなんですけど、これはですね、コーティングしてます。殺菌剤と特殊なこのちょっとコーティングをしてるということで、これがまあ、一般的な、まあ、種子コートであると聞いてます。で、こういう形で基本的には30センチピッチでですね、正確に種が落ちるというのがありますね。ちょっと、入れてみましょう。はい。はい。Yes. Yeah, great operation. Thank you. YouTube shooting. Okay. Great machine. Wow. Please tell me. This hopper is a fertilizer, kilo fertilizer, and seed. Okay, thank you. やっぱポルトガル語なんでちょっと通じてないです。Okay, let's pray. I can little なんか see, okay. Shooting, okay. Okay, thank you. ちょっとトラクターの中見てる。Okay, okay. これがですね、フェントの1050ですね。1050で一番でかいやつです。ちょっと中見せてもらいましょう。OK。で、ちょっと中見せてもらいましょう。わお。で、まあ、基本的にはこの GPS ですね。GPS とこれが橋と肥料のモニターになってます。で、こういう形で基本的には手を使わなくてできるということですね。すごい、ちょっと。ちょっとスプレーが来ましたね、ここから。はい。というわけで、まあ、俺、ちょっと初めて乗ったな。あ、いいっすか。Conseguiu ver a unidade? Eles estão fazendo aqui, já tá atrás pra você. Beleza. OK。すごいね。わ、スプレーヤーがめっちゃ前来とるやん。これ当たるで。当たるでしかし。これなんか一応、リキッドファティライザーを撒いてるということみたいですね。乗りましょうか。OK, thank you. Thank you. Obrigado. ちょっと一枚しませんか。で、ちょっと箸はこれからやりますね。で、ここ見といて。このね、これすごい重要。こっから、見といてくださいよ。これ。油圧でね、この箸木が今上がってるやつがぐーっと押されるんですけど、それが非常に重要です。あ、どっか行ったな。で、今これは、手前が肥料のホッパーで、奥が種のホッパーになってるんですけど、まあ、玉切れになったので補給をする形です。で、こういう形で、触れ込んで、おそらく多分これ肥料の補給ですね。で、肥料に関しては、まあ、基本的にはその、窒素と、あとですね、いくつかミネラルが、配合されている独自ブレンドの肥料だそうです。で、特にここの赤土はですね、結構リン酸が少ないって言われていて、多分そのリン酸とかも含めて、そのミネラルバランスも含めて、一応作られている肥料ということですね。おいで、このビセントのボツベラの補助はですね、トータルで35,000ヘクタールあって、このエリアの補助で18,000ヘクタール集積していて、基本は3台のハッシュ機で
橋をしているということですね。このフェントが2台と、あとニューホランドの T9、60畳のもう1個ね、これよりでかい橋機がありましたね。3台で1万8000兆っていうのもすごいですね。こっちを止まって。で、今移動中はこういう形で浮いてるんですけど、この後すごく重要で、これです、これ。これが、この油圧プレッシャー。で、肥料がああいう形で落ちる。ご覧のようにですね、かなりコールドがしっかり刺さっております。で、後ろ見るとですね、この転圧輪が時々なんかあれですね、動作してないのありますけど、その辺はあんまり気にしないでしょうね。やはりこれだけ残差があってももうゴリゴリ巻いていくということで、このハッシュ機自体のやっぱり重量というのも非常に安定感に貢献しているというふうに思います。それではここでですね、このボツベラの施設のご紹介をしたいと思いますが、この農場はですね、約150人の従業員と200人の家族が、暮らすですね、もうすでに住居と町を作っております。で、ご覧のようにも教会があったり、サッカー場があったり、学校があったりですね、いろいろなですね、こう福利厚生も含めて施設が整っていると。で、なぜならですね、もう周りがもう全部農場なんで、隣町まですぐ買い物とか行けないんですね。なので基本的にはもう自分たちでこういう従業員用の町を作ってですね、そこで生活ができるようにしているというのがあります。今ですね、このボツベラさんの倉庫に来てまして、でここはいわゆるこのリペアとかメンテナンスをする場所らしいです。で、ここにも早速ちょっとニューホランドのね、ヘッダーが外れたやつがあったりとか、向こうには、ジョージアのコンパインもありますし、こっちはヘッダーがね、これトウモロコシの刈り取りのヘッダーです。すごいでかいヘッダーです。こういう感じでメンテナンスとか、してて、向こうもうとにかくたくさん倉庫があって、あちらにはファテライザーですね、オリジナルブレンドした肥料のクレコンであったりとかですね、それを運ぶ改装車であったり、はたまた向こう側にはですね、帰ってきたトラクターを洗浄するですね、スペースがあったりとかですね、非常に広大です。でこっちはここもね、こういう感じでいろいろと直せるようになってる。万力もありますね。これだけの機械があるんで、もう全部その修理をするためのチームがあるようで、昨日もちょうどニューホランドのね、橋木が巨大な橋木が壊れてたら、このボツベラのおそらく修繕チームだと思うんですけど来てですね、もう早速メンテナンスしてました。で、あとビセントも言ってたけども、かなりの部品をストックしてるみたいです。結局かなりここは都市から隔離されたというか、かなり遠い場所なんで、シーズン中にパーツがないとか故障があって機械が止まるっていうのはまず避けたいということで、非常にたくさんのパーツもストックしてある、いいような感じでございます。本当にこの辺がですね、もともとジャングルだったっていうわけですからですね、もうゼロからですね、これを開墾してるって考えるとですね、特にこの1990年代からこの開墾が始まったということですけど、本当にすごいエネルギー、フロンティア精神だなと、改めて思うわけです。で、実際このライスとトウモロコシの、乾燥場とですね、ちょっとサイロを見させてもらってますが、ここからですね、張り込みするところで、実際大型のトレーラーがここにガンガンとつけて、そこからダーッと落としてこのエレベーターで上げていくという、至ってシンプルで合理的な仕組みで、ここは乾燥機の燃料はですね、周りにジャングルですので、自分たちも植林してるんですが、そこの伐採した木をですね、チッパーにして、それでここで燃料として燃やすと
で、それらが、乾燥のこうエネルギー源になっている、燃料になっているということでございます。で、この乾燥場もですね、全部で3箇所ありましたかね。非常に大型の乾燥場と、動線もですね、トラックスケール含めてかなり、合理的に作られているということでございます。で、この後ですね、カントリーというかサイロを見させてもらうわけですけど、このまたサイロがどえらいでかいんですわ。どうですか、このビッグサイズ。体育館の何倍あるかな。で、これ地下も相当掘ってあるみたいで、乾燥した大豆がここに上からバーッと降ってですね、ここから年がら年中またトラックに積んで、都市の方に流通していると、いうことです。で、ボツベラは運送会社が、もともと母体ですので、シーズン中はだいたい100台ぐらいの大型トラックが稼働しているということでございます。はい、続いてですね、ここが、ごめんなさい、とにかくだだっ広いんですけど、刈り取り前の、まさにこれが GM 大豆の補助でございます。で、ご覧のように、本当に広いんで、ちょっともう地平線見えちゃってますけど、だいたい90日で橋から刈り取りを迎えると、この辺りでは言ってました。で、ご覧のように GM 大豆はですね、少し背丈が高いのと、ちょっと竜が若干小ぶりですね、この鞘の大きさが。ただ、ご覧のように鞘がびっしりついているというのと、あと、これ見てください、この地表。まさにこれがノーティルの補助です。この前作のトウモロコシの残渣や茎だったり、まだ芯も残っていて、こういうその有機物が被覆することによって、草を抑えたり、知力を維持してるということで、まさに、これがその、あれですね、GM 大豆の、補助でございます。で、これ、ピッチが、あれですね、上間が30センチで、おそらくこれ株間もかなり狭いですね。だから、日本の僕らの、イメージよりはですね、かなり密植をしてあるということです。で、アベレージ的には、基本的には、平均で400キロ単周取ると言ってましたから、収量は日本の3倍以上のね、収量があるということです。で、ちょうど今、刈り取りが始まりました。で、コンバインもですね、基本的には10台ぐらいあるということですが、ああいう形で複数台で刈り取りをするという形ですね。今ちょうどジョンのコンバインが刈り取り始めてます。ここ刈り残ってるやつあるのかな。違うか。基本的には6メーターのヘッダー2発なんで40フィート12メーターの刈り取り幅という感じでございます。で、ちょっとね、ジョンディアのハーベスターがこっち来なかったのですね、これは別日に撮影した収穫の風景です。これは、ニューホランドのですね、ヘッダーが、これも同じく40フィートの収穫の様子でございます。やはり非常に安定した刈り取り能力と言いましょうかですね。ただこれ GPS ついてなかったね。これなんか手動で買ってるよっつってて、これもこの時も5台ぐらいのチームでバーッと並列して買っておりました。そして、ご覧のようにですね、このボツベラマークのですね、大型、コンテナというか、この、トラックですね、2連の積んだものが常にバーッと横付けしてここに吐き出していきますよね。もうすごいね、このサイズのトラック横付けでということですごい迫力でございます。はい、というわけで今日はですね、このブラジルのボツベラの農場の実際の現場のオペレーションの様子を見ていただきました。おそらくね、皆さん広いと思ってるんですけど、これ現場に来たらさらに広い感じと思うんですけど、なかなかこの広さは伝わらないんですけど、やっぱり想像を超えたスケール感だったんじゃないかなと思います。
まあもちろん大きさだけを追い求めても日本じゃ勝てないんですけど、非常にその生産性とかですね、このノーティルとか、非常に学ぶべきことも多かったかなと思うので、しっかりこのトリアンノーフのですね、現場にも今回の学びを生かしていきたいと思います。それでは次回またお会いしましょう。